皆さんこんにちは、定時ダッシュです。今回の動画はですね、実はずっと Twitter とか YouTube でもスキピができました、マッチングアプリで出会ったスキピができましたっていう報告をしたんですけど、都庁勤務の彼と昨日会ってきました。2回目のデート、2回目も恵比寿に飲みに行きました。なんか昨日さ、すごいさ雨降ってて、でもお互い傘持ってなかったからすごい濡れながら、本当に傘買ってって思ったんだけど、まあちょっとそこはいいや、傘もうお互い持たずに雨に濡れながらお店に行き、1軒だけ飲みに行ったんですけど、そこで進展があったので今日はそのご報告動画っていうことです。で、結論からお伝えすると、告白されて付き合うことになりました。イエーイ、彼氏できた。いやー本当に良かった。結局だから昨日があったのが2回目だったんですけど、だから2回しか会ってないんですよ。でも動画でお伝えした通り、1回目にね会った時からこの人めっちゃいいって個人的にはかなりビビッときてたのね。で向こう側も本当にかなり初回からいいと思ってくれてたみたいで、お店でワインをボトル開けて飲んで、その帰り道に付き合ってほしいですっていうのを言われて OK したっていう流れです。まあ私マッチングアプリで彼氏ができるのはもう何人目だろう、ちょっとすぐ思い出せない。まあ5人ぐらい目ぐらいだと思うんですけど、5人目とかかな。今までね社会人になってからはマッチングアプリでしかほぼ彼氏できてないかなっていう感じなので、今回もやっぱアプリってすごいなーっていう感じなんですけども、普通に今回使ってたアプリはちょっとノートの方でまとめてるので、ぜひノート読んでみてください。でそのアプリで、今日は会いましょうみたいな、結構急に会う予定を決めて出会ったんですよね。でそれで普通にトントン拍子で会ったら、お互いもなんか全然メッセージとかしてないけど超いいじゃんみたいな、お互いめっちゃいいめっちゃいいっていう感じだったみたいです。内心私はすごいいいと思ってたけどね。でまあなんかすごいツイッターとかでもいろんなところで私言われるんですけど、それだけたくさんの人と会ってたら誰に決めたらいいか分かんなくなっちゃいませんかってよく言われるんですよ。で確かにリアルな周りの友達にも、もうそんなに月に何十人も新しい男性と会ってたらもう誰にしたらいいか分かんなくなっちゃうんじゃないのって言われてました。それは本当にまさしくそうですもうね、誰にしたらいいのか分かんなくなっちゃうっていうか、本当に誰と付き合うのが一番いいのかなって選んだり決めたりすることが本当に一番大変なんですよ。でもまあそれは選ばなくちゃいけないじゃないですか。で私は一つの区切りとしては、お前の彼氏とは7月ぐらいかな、6か7ぐらいにお別れして、でそれからはずっと、彼氏いなかったので3ヶ月か。今年のクリスマスまでには彼氏作りたいなーって9月8月ぐらいから思ってたので、まあ一応それまでにね彼氏ができてよかったと思います。よかった、クリスマス一緒に過ごす人できてイエーイわーい、ウニちゃんもね今度会うから楽しみにしてて。初めて会った時にこの人すごいなんか一緒にいて楽しいし、話も面白いし、本当に向こうも同じ気持ちでよかったです。で昨日はね普通に1軒目だけ2時間3時間ぐらい飲んで、それで帰り道に雨の中濡れながら雨降ってたので、彼から付き合ってほしいですっていう、彼女になってくださいっていう風にお言葉をいただいたので、私も同じ気持ちでしたっていうので付き合おうってなりました。そんな感じです。言うてね、まだ会った回数で言うと2回しか会ってないので、LINE とかはしてるんですけど、なんかねまだまだお互い知らないこともたくさんあるけど、付き合ってみないと分かんないしねっていう感じの私は考えなので、いつもアプリで会った人とは早い人だと今回みたいに2回目で会った時にお付き合いして、そうじゃなくても3回目ぐらいまでには付き合ってるかなっていう感じです。理由としてはっていうか、なんとなく3回目までに告白されなかったらなしみたいなのあるじゃないですか。なんかそういうのを私はとても感じてるし、なんかそんな5回もね会ってダメだったらもうそんなにね微妙な人なんだなと思うし、なんか5回会って考えなきゃいけないような相手だったらもうその人って微妙だと思うんですよね。だから私としては3回目ぐらいまでで決着をつけた方がいいんじゃないかなと思ってます。なんかさ、すごい付き合うまでの楽しみな感じとかすごい楽しかった。だからそれがなんか1週間ぐらいで終わっちゃったのはちょっともったいなかったなって思うんですけど、何はともあれ良かったですね。本当になんかさ、すごい新しくさ彼氏ができると、なんかその人と
なんか私すごいやる楽しいことがあるんですけど、なんかその人の職場とか今住んでる場所とかも考えて、2人に住むんだったらこういう物件がいいかなって家を探すのと、あとは私基本結婚したいと思える人としか付き合わないので、そうこの人と結婚するんだったらこの辺でこういうプランで挙式したいっていうもうプランを今日は一日中考えてました昨日の夜から。そうで、昨日結構お酒飲んだからね、もうすごい爆睡してたっていうわけなんですけど、なんかね、もう家とかも自分の中ではめっちゃ決めました。ここがいいみたいな何案かねえ、なんかそういうさ、住むんだったらこういうがいいよねとかって話してる時も楽しいしさ、自分で考えてたりする時が一番楽しいですよね。本当にこれ逆になんか結婚しちゃったらどうなるんだろう、何を楽しみに生きていったらわからないならないかな、本当に不安ね。でも彼ももう2個上3個上ぐらいかな、なのでもうねちゃんと結婚も考えられる私としては思ってますし、で向こうと話した時もちゃんと結婚願望あるみたいなのも話して、私は次付き合う人と結婚したいと思ってるよっていうのもちゃんと伝えてのお付き合いなので、これはついに私結婚しちゃうかもしれない、みんなごめんねお先にっていう感じなんですけど、本当にでも男女なんで何があるかわからないということで、またね急に何かがあって電撃破局するかもしれないし、電撃結婚するかもしれないし、ね、何が巻き起こるか分かりません。これがリアルなので本当になんかさ、会った友達とかさ、取引先の人にさ、なんか別れる話とか、あと彼氏となんか別れる付き合うとかいつもツイッターとかでさらけ出してるんですけど、あれは本当なんですか、作り話なんですかってめっちゃ聞かれるんですけど、マジで本当に本当なんですよなのでなんか友達と会っても、私がツイッターですごい恋愛の進捗を書きまくってるおかげで、ツイッターとか、今はね YouTube とかでなんか友達に説明しなくても一気に伝わるので、本当に結構効率化ツールとしてもいいなと思ってますでね、来月はね一緒に私の地元の軽井沢に旅行に行こうっていう約束をしてるので、本当に楽しみです。一緒に軽井沢行くの、ここ泊まろうみたいな話もね今してるので、すごいまたその模様とかも皆さんにお裾分けできたらなと思います。ちょっと喜びのあまりすごいちょっと今日長くなっちゃってるんですけど、私が最後に言いたいことはやっぱりね、マッチングアプリでちゃんとした恋人ができないとか出会えないとかっていう人って、まだまだ全然多いと思いますし、実際そうで悩
やったら直接も会う、せめてあとは電話とかだったらまだわかると思うんですけどの方に時間を割いていった方がより効率的に最短で素敵な人とかお付き合いしたいなって思える人に出会えるんじゃないかなと私は思ってます。なんかしかも逆にね、なんかマッチングアプリで感じ方は人それぞれだと思うんですけど、メッセージがすごいいいなと思うし、私もそういう人を本当にたくさん増やしたいと思ってるんですよ。でちょっと最後話飛んじゃうんですけど、なんで私がツイッターまずツイッターから始めて、あと TikTok、あと一応インスタグラムと、最近 YouTube を始めたかっていうと、もちろん仕事が SNS 関係だったりとか、自分もウェブのワーキをやってるからっていう仕事の一環で始めたっていうきっかけはありつつも、やっぱり私はすごいマッチングアプリというものにもう数年前から可能性を感じていて、これをもっと自分自身もそれで彼氏ができたりとか周りの子もできてだけどまだ偏見が多いっていう業態だったので広めたいなと思って、面白おかしくやったらなんかいいかなと思って、そういうきっかけで始めたんですよね。で最近本とかいろいろな業界について調べて思うのは、やっぱり今日本ってかなり豊かじゃないですか。もちろん貧富の差があったりとか収入格差があったりとか生活が毎日困窮してる方もいるとは思うんですけども、おおむね物質的な豊かさっていうのはかなり確保されてきてると思います。具体的に言うとファストファッションだったりとかで安く物が買えるで Amazon とかでいつでもすぐ物が手に入るで、言うて福祉の部分もかなり充実してると思いますし、お腹が空いたら牛丼とかね、安く数百円でお肉が乗ったご飯が食べれるってもう昔とかなり豊かになってきてると思うんですよ。でそれってやっぱりテクノロジーの進化だったりとかいろいろなものが進化してきたって思うんですけど、それの一方で恋愛に関してはあんまりテクノロジーの進化とかないなって思っていて、もちろんマッチングアプリとかっていうのは、スマートフォンの普及でそういうアプリが開発されたっていうので、海外から日本に上陸されてきて、今はだいぶ広まってきたっていうのはあると思うんですけど、まだまだ全然恋人が欲しいとかこういう人と出会いたいとか、思っているニーズがあってもそれを叶えることができない、お金を払って手に人と人とのことなんでもちろんそうなんですけど解決することができないって思ってできないっていう現状があるじゃないですか。ですごいやっぱ今のマッチングアプリって結局は売上利益を最大化することを目的としてシステムとかいろいろねアルゴリズムが組まれてるから仕方ないんですけど、やっぱりちゃんと工夫して自分でアプリはこういうものでっていうのを捉えてやっていかないと、人気会員にばっかり男性だったらいいねしていいねを消費させられてどんどんお金を取られちゃったりとか、女性の場合も人気会員になってる女性とかはたくさん露出をさせられて、もう絶対にありえねえだろみたいな50歳とか60歳のおじさんからもたくさんいいねが来たりとかして、それを裁くことに時間をとても奪われてしまっている、そういうサービスにっていうのは私はすごい問題というか、本質的な
解決になってないなと思っていて、もちろんそれは企業がやっていることなので利益を追求するのはもちろんそうだし、自分も開発するんだったらそういう仕組みにするだろうなっていうのは分かるんですけど、そこをねちゃんとユーザー側も知った上で工夫してもうちゃんと素敵な方と出会えるような使い方ってあると思うので、そういうのを私がもっと発信していきたいなって思ってるので、そういうのをね今後はとりあえず彼氏もできたことだし、アプリ活動はこれはね一旦仕事として使うことはもちろんあると思うんですけど、プライベートとしては、彼氏がいる間は一旦休憩ということで、もっとね皆さんがアプリであったりとか、別にアプリじゃなくてもいいんですけど、素敵な出会いを引き寄せられるような発信をしていこうと自分でも思っているので、ぜひこれからも私のことを見守っていてくださいということで、じゃあ今日はこんな感じに終わりにしようと思います。それではチャンネル登録まだの方はぜひしてもらえると嬉しいです。あとは、グッドボタンとコメントとかもらえると嬉しいです。インスタ、ツイッターもフォローしてくださいということで、それでは今日はこんな感じで終わりにします。それではバイバイ、ありがとう。